皆さんこんにちは、ピカルです。今日はですね、iOS14 のアップデートでできるようになった iPhone のホーム画面のカスタマイズ BTS バージョンをやっていきたいと思います。iPhone ユーザーの皆さん、iOS14 にアップデートしましたか？いろんな機能が出てるんですけど、その中でもホーム画面のカスタマイズができるようになりました。私も早速 BTS をテーマにした可愛いカスタマイズをやってみたので、そのやり方をご紹介していきたいと思います。忘れないうちにチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは早速どうぞ。まず第一にやってほしいことがテーマを決めることです。一旦私のやつをお見せしようと思います。こんな感じで淡いピンクとかベージュを基調としたカラーでまとめてみました。なるべく黒とかきつい色を使わないように、文字とかそのアイコンの色とかは白をベースにして作りました。なぜテーマを決める必要があるのかっていうと、ある程度デザインを考えてからやった方がやりやすいのかなと思ったからです。はい、それでは次どうぞ。そして2番目にやってほしいことが、必要なアプリをダウンロードしてください。このカスタマイズをするのに必要なアプリが2つあります。ウィジェットスミスとショートカットっていうアプリです。これは Apple Store からダウンロードできるので、先にダウンロードをしておいてください。はい、そして3つ目にやることが、アプリをホーム画面から消していくことです。ではちょっとやってみましょう。ホーム画面を長押しするとアプリがピヨミヨンって動くので、このマイナスボタンを押すとアップ削除、アップライブラリへ移動っていうところが出てくるので、このアップライブラリへ移動っていうところを押します。これはアプリが消えるわけではなくて、こっちですね、このアップライブラリっていうところに行くので、アプリが消えるわけではないのでご安心ください。で、これで全部一旦移動させていきます。はい、4つ目にやることがアイコンを作っていきます。もしかしたらフリー素材とかで探したらあるとは思うんですけど、私は自分の好きなカラーでやりたかったので、自分でアイコンの素材を作りました。ここまでやらなくても十分可愛いんですけど、ホーム画面に統一感を見せたいっていう人はやった方がいいのかなと思います。これで使うのが PixArt っていうアプリを使っていきます。それでは早速やっていきましょう。はい、こんな感じでちょっと私が作ったやつがすでにあるんですけど、これを元に戻して、このカラーの背景とか自分の好きな背景を選んで、ステッカーっていうところを押します。ここからYouTube とか Spotify とか、あと Instagram のアイコンを探してそれに設定していくっていうような流れです。なんか私もこの検索履歴にもあるんですけど、 YouTube ロゴとか Instagram ロゴって探すといろんなものが出てきます。私は基本的に白文字のやつをベースに探したので、こういうやつとかを使ってたりしたんですけど、こんな感じで本当に簡単に作れるので、これで適用してダウンロードっていうのを繰り返して、自分が欲しいやつを全部やっていきます。 YouTube こんな感じで繰り返してやっていきます。このアイコンを設定するとショートカットを一度挟んでしまうので、ちょっと動作が遅くなってしまうっていうのがどうしてもあるので、設定からアクセシビリティ、動作から示唆効果を減らすをオンにして、クロスフェード優先をオンにするとちょっとまだ動作が速くなるので、気になる方は試してみてください。はい、5つ目が、ここで初めてショートカットのアプリを使っていきます。それでは早速やっていきましょう。この中からショートカットを開いて、私もうすでにたくさんショートカットあるんですけど、このショートカットのところから右上のプラスボタンを押します。で、アクションを追加、スクリプティン、アップを開くを押すと、ここに選択っていうところをクリックします。で、さっき作ったアイコンを設定したいので、インスタグラムを探してみますね。インスタグラムを開くってやると、右上のこの点々点っていうところを押します。するとショートカット名っていうのが出てくるので、ここで名前を付けます。で、ホーム画面に追加で、ここもショートカット名自分で付けます。好きなので、ここの左のアイコンのとこを押すと写真を選択っていうところが出てくるので、これでさっき作ったこのアイコンのところを設定します。で、選択すると追加完了を押すとホーム画面に追加されるので、
ここからいろいろ自分の好きな位置に動かすことができます。これを繰り返し、自分が設定したいアプリを全部繰り返し、同じ作業を繰り返していきます。はい、そして6つ目、最後にウィジェットのアプリを使っていきます。それではやっていきます。ウィジェットを開いて、ウィジェットスミス開きます。そしたら私もすでに何個かウィジェットを作ってるんですけれども、まずこの大きい横長のウィジェットを使うときはミディアムってやつを作成していきます。私はカレンダーと、あと BTS のメンバーの4人が揃ったやつとかを作りました。これすごい簡単で、スタイルはこの Day&Date って言って、日付とカレンダーが横に表示されているものを選んで、写真を載せたいときはこのフォトっていうやつを使います。で、自分の好きなのを選んだら、他にもなんかいろいろこういうふうにグラフとかアクティビティとかいろいろあるんですけど、フォントを選んでいきます。で、可愛いフォントがたくさんあるので、私は今回このニューヨークっていうやつを使いました。で、ティントカラーっていうのがこの文字通りこの文字の色を選びます。私はあまり強い色を使いたくなかったので白色を選びました。そしてこのバックグラウンドカラーっていうのが文字通りバックグラウンド、背景のカラーです。私はこのクリーム、このペールピンクが悩んだんですけど、アイコンがピンクだったのでクリーム色を使いました。そしてこのボーダーカラーっていうのがこの縁の色を設定できます。私は今回白を設定してますね。で、ここで戻ってセーブを押すとここに保存されるようになります。他はこの写真2つ入れてたりとか、あとはこのスモールも同じやり方で、スモールも同じやり方でやっていきます。こうやって好きな日付とかさっきと同じ感じで写真にもできるし、テキストを入れたりもできます。はい、でこれもなんかロケーション東京に入れたり、フォントもさっきと同じニューヨークにしました。ティントカラーは白を使っていて、でバックグラウンドカラーは一緒のクリームを使ってますね。はい、こんな感じで、これもホワイトで、はい、全部同じ感じで統一したいのでこんな感じで作ってみました。あとはこのブクの写真入れたり、テテの写真入れたり、あとダイナマイトの歌詞を入れたりしてます。はい、こんな感じでまずウィジェットを作っていって、配置とか皆さん好きなものを選んだらいいと思うんですけど、私はこんな感じで一番上にカレンダーを載せて、その下に小さいスモールのウィジェットを2個っていう感じのテーマにしてみました。はい、そしてこのウィジェットをホーム画面に追加していきたいと思います。本当にこのホーム画面のこの空いてるところを長押しするとこんな感じでプラプラってなるので、左上のプラスボタンを押します。するとこうウィジェットスミスのアプリを探せるようになるので、ここをクリックすると自分で作ったウィジェットが表示されるので、例えばこの小さいの入れたかったらここでウィジェットを追加ってやるとこんな感じで追加されます。でこれをクリックして、さっきの写真のやつに変えたいっていう時は、さっき自分が作ったウィジェットが何個かあると思うんですけど、これを変えるとこんな感じで変えられます。3がいいなっていう時はこんな感じで、すごい簡単ですよねっていう風にやっていきます。大きい方も同様で、ウィジェットスミスからこのミディアムっていうところを追加していきます。するとここでカレンダーのやつが出てくるので、これもまた違うやつを選びたいなっていう時はこんな感じで変えていくことができます。はい、かわいいですよね。こんな感じで完成します。私はできるだけこうおたばれしない感じの柔らかいイメージがいいなって思ったので、ちょっと写真もダイナマイトのやつでカラフルでポップな感じのやつなので、テヒョンとかこう横見てるのであんまり、アイドルって感じがしない写真とかを選んでみました。
はい、というわけで私の iOS14 のホーム画面カスタマイズ BTS バージョンを皆さんにご紹介しました。ちょっとね、一番大変だったのがアイコンを作る時でした。正直やり始めたことを後悔するぐらいめっちゃめんどくさくてなんですけど、毎日見るホーム画面なので本当に毎回見るたびにめちゃめちゃテンション上がりますので、ぜひちょっと気になったっていう方はこのデザインもぜひ参考にしていただければ嬉しいです。はい、というわけでこの動画が少しでも参考になったっていう方は高評価とチャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。